なんか赤い口紅ってつけたくなるじゃん冬って。でこの間つけていって、これじゃないよ、もっとあれよ、淡いっていうかグロスのもうちょっとさ、もうちょっとなんか柔らかいピンク系のやつだったよね。そう、まあ言われたよね、言われた？上司から。何を？仕事する場所だからさって言われた。控えようかっつって。は？でもあっちから見ると、もっとアイメイクがバリ濃いやつとかもいるし、でもまあメイクはするけど、だから何言われたか一瞬分かんなくて、今日の服派手なのかしらって考えたんだけど、もうそういう服じゃなかったんだよね、普通の V ネックの服とかを着てたから、あれってなって、ってなってて、口紅のことを言ってるっていうのが気づくまで時差がすごいあったし、ってなっちゃってびっくりしちゃってて、で周りでいないでしょって言われた。この周りにいないじゃんって。まあ、故障受付系だからエンジニア系に近いからっていうせいもあるかもしれないけど、そういう女の人はあんまりいないからっていうことかもしれないんだけど。何がダメなの？規定で決まってんの？赤い口紅ダメって。それでさ、規定見たんだよね。なんかいつも入らないポータルに入ってさキャミソールはダメだけはダメとか、それは全然わかるんだけど、まあね、露出とかメイクはね書いてなかった。過剰な露出とかそういうのは書いてあったけど、なかった。メイクに関しての規定はなかった。っていうかそもそもなんかお客さんの前に出たりとかする仕事？しない。電話だけ絶対出ない。社内だけ。なんで？意味わかんない。意味わかんなくてさ、私もさ、ってなっちゃって、若い男の子とかも多いから赤い口紅似合うねみたいな話とか普通にしてた時の下りの後だったから、あれってなっちゃって、まずね、すっぴんは注意されないけども、あるその上司が派手だと思うメイクは注意されるんだなって思った。意味わかんない。すっぴんの方が嫌じゃん。寝起きでね、寝起きで着てるやつはすっぴんの方がきついよ。言われないのに、口紅一本で、しかもまあこれだって別に悪くないと思うけど、あんなナチュラルなもっと赤いやつ、もう全然派手でも役割服の色付き版みたいな感じだったよ私。派手でもなんでもねえよ、あんな赤でもなんでもねえよ。びっくりしたよ本当に。もうあれでそうでしょ。本当にピンクのさ淡いアンサンブルにさ黄色のスカートとか合わせちゃうような子は注意されないけど、ダサくても注意されないのにさなんでだよって。いや多いのよ結構うち。いやそれは変な子いるのにそこは言われないのに、そうかと思ってびっくりしちゃったよね。そう、お客さんも前に出る商売で、あるよね、うちのカラーはこれですみたいなのに、逆にこのメイクにしてくださいとかだったら、そうじゃないからねうちはね。そうちょっとびっくりしたよね。ちょっとどころじゃなくびっくりしたよね。なんか今週はピンク縛りだから赤はダメとかさ、オレンジはダメとかなんかわかんない、マックとかでさ、よくメイクのテーマとか決めるじゃんその週の。で今週はこれだからみたいなんだけどさ、修理受付でしょ。しかも電話だけテレビ電話でもない。何その赤で気分乱されるのかな。いや赤怖いから俺みたいな。ね、周り見てみたんだけど、たまにいるんだよねそういう人。バッチリメイクの人もいるんだよね。でも違う部署だったりとかって言われてないのかなと思ったんだけど、もしかして私だからダメなのかなって考えて、今までしてなかったってか、違うねベージュの口紅とかしてたのにいきなりしたから多分言われたんじゃないかなっていうのが私もそうなんだけど。何がいけないの？意味わかんない。へえっつって取って、でその後陽子ちゃんとかなんとそういう友達とかに言うじゃん、こういう、こんなこと言われたっつって、負けるなっつって「ほいもう一回」っつってランチ食ってから復活してもう一回つけてそのまま過ごしたけど、なんなら濃いめにっつって。そうリップライナー買ってチャレンジもう一回チャレンジしたけどさ、あれはちょっと考えちゃったね。日本の会社って多いのかな、どうなんだろうね。いや多い。なんか意味わかんないルール多い。なんかうちもそのホテルで働いてた時に、その最初研修受けてた時にさ、その時はうちまだまつげしてなくてつけまつげだったの、でつけまつげしてったら「川原さんちょっとつけまつげは?」って言われて「はっ?」と思って「何がいけないんですか?」っつって「いやつけまつげはダメです」って言われて。理由はわかんない。理由ないんだ。理由ない理由ないでなんでと思って、ナチュラルがいいってこと？要するにその人たちから分かんないけど、で松井君してったら黙ったの。何が違いが分かんない。だってさ、手間だけだよね。むしろ楽だよね。分かるよ。なんかつけまは時間が経ったらちょっとなんか端っこの方浮いてきたりとかするから、そうなんかちょっと落ちてきたらとかっていうのは分かるけど、そのメイククオリティの話のそれダメだって言われたの。分かんないけどさ、でも結構前もあったの。その前携帯ショップで働いてた時もつけまはダメって。でその時代はまだなんか松江区とか出てきてない時代だったからあれだったけど、でもねつけまはダメみたいな。意味がわからない。今それで思い出したんだけどさ、前の会社の先輩にさ、
内藤さんってすごいバッチリメイクしてるよね。私何にもしてないからって言ったんだけど、その人、まつげエクステ、それはメイクじゃないんだって。その理論じゃない朝つける手間がないからってこと？いやでもでも関係なくねエクステしてますよねって言えなかったんだけど、エクステは脳幹らしくって、だからマスカラは化粧だけど、エクステは脳幹みたいな、意味わからなくない？意味わかんない。あとその人さ、ちなみにアイライナーなんていうかな、アートメイク、あれ入れてた脳幹みたい。意味わかんないでもなんかそういうところある気がする、日本人のなんか変な、今日塗ってないからってこと？ってことなんじゃない？体の一部だからみたいな。そう意味わかんねえ。前も言ったと思うけど、ホテルの受付はしっかりしててほしいから、私は絶対しててほしい。別にそれがつけまだろうがなんだろうが、マスカラだろうがいいんだけど、ちゃんとしててくれればいいから何も思わないから、そしてなぜつけまとそれエクステが違いがあったのかは謎だね。本当に意味わかんない。そう、うちこういう色の爪をしてって、でこの色今なんかまだなんていうの、クリアのジェルだからなんかテラテラしてるけど、これを一回マットでつけてったことがあって、同じ色したら、今っぽいね。そうしたらちょっとまあやっぱりなんていうのかな、色自体暗く見えるのよね。で全く同じネイルをしてって、このクリアの時は言われなかったのにマットにした時に色が濃すぎるって言われたの。へえ、そんなメイドの違いで？はと思って、でそいつはなんか白にパステルグリーンとかのなんかよくわかんないなんかネイルアートとかしてるの。お前それはいいのみたいな。でそのホテルの制服のタイがこういうような色なのよ、こういうような色で口紅も似たような色でマッチしてんの、うちは、完全にマッチしてるし、全然そのホテルの景観も何も損なってないのに色が濃いってだけで注意される。意味がわからない。なんかその前に一回聞いたの、別の海外のね、その人でホテルで働いてたことがあった人に、なんかそういう規定があってみたいな話をした時にさ、でも私のホテルはそのネイルは白じゃないとダメだったっつって、なんかそういうコンセプトとかなんか決まってるんだったらいいよ、それでみんな合わせるんだったらわかるけど、そういう規定が何にもなくて、こんなに小綺麗にしてるのに文句言われる意味が本当にわからない。そう規定があるんだったらわかるよね。全員それでやれ。そうもう全員もうネイルはうちのカラーは青だから、もう気持ち悪いけど青って言ったらもうわかるよね。青のみ、リップも青のみとかね、逆に潔いけど、そうじゃなくて、確かにこういう色とかこういう暗い色って日本人の子は毛嫌いする色だけど、まあなんて悪役感出るからなかなか似合う子もあんまりいないじゃない、ちょっとなんかきつくなる感じもわかる、でもそれが不衛生だとか嫌な印象を与えるかっつったらそれはどうなの？それはないね。じゃないでしょ。じゃないね。日本語でなんて言うんだろうな。英語だと日本語わかんない何？じゃあ英語だと一言で済んだりするの。英語だとプレゼンタブル、向けてるってこと？人目に立てるぐらい小綺麗にしているってことがプレゼンタブルって言うんだけど、日本語だとでも TPO に合わせてって普通の話になってきちゃうかな。日本語だと日本語じゃないけど TPO じゃなくて人前に立つために美しくすることをプレゼンタブルっていうの。その日本語はないでしょ、そうだからそういう風にしてるつもりだったの。そのホテルの顔として恥ずかしくない格好をしてるつもりだったのに、その人の価値観はそうじゃないの。しかももうね、もうね、これがね、もう本当に怒ってるよ。怒ってるよ、怒り止まらない。今日は怒り止まらない。もうね、うちさ、こんなに髪が長いじゃない、で最初、うちポニーテールにしたと、ポニーテールうち、いつもするじゃん、こうやってポニーテールって見えたね。ポニーテールにして行ってたら、要はお辞儀した時に髪が落ちるのが良くないから、まとめてくださいって言われたの。落ちないの？落ちないよ。だからここまで長いと落ちないの。いらっしゃいませって落ちないの。落ちないんだけど。落ちないよね。落ちるよね。そう。まず何言ってんのって話。まず何言ってんのだったんだけど、それ以前にネット使用だったの。ネット。市役所で見たことあるやつ。いやと思って。ふざけんじゃねえよと思って。勤めてたホテルがデザイナーホテル。内装とかもおしゃれなとこだよね。そう、普通に綺麗なところなのにネットなのと思って。はぁと思って、ふざけんなよと思って、なんでうちそっからまずポニーテールにして、それをこうお団子にして、で普通にその髪が落ちるのがいけないとか言うからさ、それもさ別に食事運んでるわけでもなんでもないわけ。まあね、受付だもんね。そう受付に座ってるだけなの、誰の迷惑にもなんないわけよ。うちがそのポニーテールこさえてようが全然誰にも迷惑かけないのに、まずまとめなさいでしょ。でネットだよ。意味がわからない。でそのさ普通になんていうのお団子にしてまとめてたらそれでもダメって言われて、
ネットつけなきゃダメとか言われて意味がもうネわかんない。ット関係なくない？意味がわかんない。ネットごめん、イントネーション意味がわかんない。あ、そう、なんかさ、例えばその客室の製造とかに入って紙が落ちるのかとか言うんだったらわかるけど、入んないんだようち。入んないのよ。それにしたってさ、ネットよ、あれよ。ダサいね。2018年にふざけんじゃねえと思ってさ、すごいね。はっつって。それがね、まだ大学生のバイトの子とかだったらさ、まあ、ネットつけてもさ、まあ可愛らしいし若いしさ、まだいいけどさ、そうね。うちがつけてみ、この黒髪でさ、ネット急に80年代だよね。 2時間ドラマの昼ドラみたいになるね、急に。なんだろうね。そう昼ドラのメイドだね。そうそうそ昼ドラで見たことあるかも、確かに。う。もうさ、やばいね。もうさ、恥ずかしい。もうなんでそんなものつけない、意味がわからない。それさ、そのさ、他のシティホテルとかでネットを使用しなきゃいけないってなってるのかが知りたい。だってさ、景観汚すじゃん。景観汚す。あれ、髪の毛切れって言われたらどう思った？それも嫌でしょ。それもやだわ、ふざけんなとなんでお前のために髪の毛にふざけんじゃないですか。普通にうち、普通にお団子にしてたの。なんかバレリーナみたいな感じで普通に後ろにしてチニオにして何の装飾もつけないで、シュッてまとめてたの。それで言われたんだよ。意味わかんなくない？何の文句があるの何の文句があるの？まあ目立ったんだな、多分。だからさっき言ったあれだな。目立っちゃったんだよ。目立っちゃったな。目立っちゃった。だから私も言われるし。そうっていうかさ、言われたのってそのなんか中間管理職みたいなダッセー女だったの。オタフクみたいな顔したダッセー女。オタフクともうダッセー女とデブに厳しい。眉毛がなんか一本線描いただけみたいな眉毛。あれたまに見ると辛いよね。ちゃんと描いてみたいな。でも松江がついてんの。まあそこじゃねえかなみたいな。でネイルもやってんだよね。そう。白のパステルのそこじゃねえかなみたいな。きついね。それはちょっとやめる原因になりそう。いろいろいっぱいあるんだなみたいな。まあその人が先に異動でいなくなったんだけど。おめでとうございます。そう。だからもう最後の方はさ、もう何回言われても、じゃあやめます私っつって。じゃあ下にでもやめますよっつって。もう遅番さ、その頻繁に入るのうちしかいないの分かってるから、じゃあやめますよ私っつって。じゃあクビにしてください。できるもんならしてみなっつって。そうだってあなたの独断でね、あなたとの見た目がね、まあ見りゃわかるじゃん。小切れにしてるからさ、小切れな方と小切れじゃないのとさ、見た目明らかに違うのを攻撃したい気持ちはわかるけど、それ社長はどうなのって。そうね、それ聞いてみたいよね。社長がそのホテルの景観としてうちも見てダメって言うんだったらわかるけど、あんたが自分と違いすぎるからっていうだけで指摘される意味がわからない。規定ないんでしょ。ないよ。そう。そんなさデザイナーズホテルとか言うんだったらさ、従業員の見た目ぐらい管理しろよって思う。確かにデザイナーズホテルでダサいのきついかな。なんか民宿みたいなおばさん出てこられたら困るかもしれない。きちっとした女性の方が出てきてほしいね。そう年齢の話じゃないからね。そうお年めしてても別にいいよ。全然いい。すごくもう綺麗にしてくれてたら、素敵だなっていう人が出てきてくれたらそれは嬉しいじゃん。まあ、ルールはいろいろどこでもあるってことであるね。あるけども、企業的なコンセプトとかじゃない限りは、なんかある一人の意見で言われるのは嫌だ。そうなんかはっきりしてほしいよね。はっきりしてほしいし、ダメなんだったらなんでダメなのかをちゃんと言えてほしいよね。なんかさ、ただなんか周りと違うからとか一般的じゃないからっていうだけで、そこ空気読んで違うじゃんみたいな、なんでわかんないのみたいな、こっちが悪いみたいなさ、そう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 。私の場合は、年末だから社長とかいろいろ来るんだよね。今年もお疲れ様です、挨拶に来た時に、私社長だって気づかないで以前お酒を一緒に飲んでしまい、デコピンをしたっていうすげえデコピンをしたっていう記録があるんだけど、まあ社長が喜んでたからよかったんですよね。でそれが社内法に乗るっていう事件はあったんだけどやばもう終わったっていう事件があったんだけど、その社長が普通に負けじと赤い口紅を塗ってる私を見つけて「お久しぶりです」って声かけてくださって「いい口紅だね」ってすごい褒めてくれて、褒めてくれて、で普通にその口紅話から普通に奥さんに口紅プレゼントした時の話とかをして、やっぱ女性は華やかにしてくれた方がいいよねって言われて、やっぱ違うね、っていうのを聞いてたからだろうね、以後言われなくなったってだから空気を読んだんじゃない向こうも。ざま課長もざまっていうね。だからそうなんだよ、決定的な裏付けがなくってよくないんだよ。なんとなく空気読んでダメだろうなって勝手に思ってたんでしょ。で空気読んで大丈夫なんだと思って回り右できるっていう、これはすごいと思うよ私。ダッサ、ダッダッサ
超ダサい。女性だから華やかな方がいいよねはセクハラに当たるの？それが論議なんないよね。私嬉しかった。そういう華やかにするのとかが好きじゃない人に華やかにしなきゃダメだよねって貶めるようなこと言うんだったらちょっといい。あ、じゃない、そういう方じゃない、いいよねって励ますような感じだったんでしょ。そう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 、励ますような感じだった。気持ち上げていかないとねって、寒いからねって。あとなんか冬は黒くなりがちだよねって話をしてた。コートとか黒くなりがちだから、明るい化粧でパッとするのはいいよねっていう話を。分かってんな、やっぱ社長違うな。結局ね、なんか最初に社長に聞けばよかった。聞けないけどなかなか会いに行けないけどね。 LINE とか聞いてけばよかった。よかったね、社長来て。まあね、社長が来てよかった。本当に。あれがなかったら多分いまだに言われてるからね。ねえ、なんていうかな、自制してほしい。そう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 、考えて、ね、ちょっと考えて、もうさ、その自分の古臭いさ、凝り固まった考え方考え直して。逆に社長から禁止命令が出て言うんだったらもう分かるよね。分かる分かる、それはちょっとって。ただその時は理由もちゃんとお願いします。本当に、うちのイメージカラーと違うんでとかね。繰り返し言うけど客商売じゃないんだけど。本当だよね。顔出てないからね。本当だよね、全然関係ない。的外れもいいとこ、本当によかったね。え、まあその時いろんな人が集まったから気づいたんだけどさ、女の上司の人とかも来るじゃん、その本社の人とか。全然赤い口紅はいるなっていうで、終了。そっか、狭いとこにいたんだね、最初ね。狭い。そう、これを機に広がるといいけどね、価値観。広がらないでしょ。だよね、無理だよ。50近くてもう広がらなかったら広がらない。無理無理無理。はい、ダメでした。はい、残念でございました。はい。はい